根気句です。今回のテーマは、超重大、訪れる吉報です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード、A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄のチャプターをご利用ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード1枚を使用して占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のあなた自身に訪れる吉報ですけれども、あなたに対して何もかもが味方になっていくような、そういう状況になっていきます。それが追い風になって、あなたも動きやすくなって、またそれが良い循環となって、良き結果をですね、もたらしていくのではないかなと感じますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ワンドのページの逆位置です。不確かな状況ゆえに行動を躊躇したり慎重になっていた。チャンスに挑めなかったっていう状況ですね。そうですよね。結果はね、どうなるかわからない。大丈夫なんだろうかっていう時って足を踏み入れるのって難しいですよね。どうしても躊躇しちゃう。特にね、心配性な方は不安に思うから、できればね、悪い結果を引き当てたくはないし、そうなっていくと慎重になっていきますよね。失敗していくんじゃないかなっていうふうに思っちゃうとね、それがチャンスに挑むことでもあったのかもしれないけれども、あなた自身はそれを無理はしなかったっていうことですね。それもね、一つの選択肢だと思うので、それ自身も大事かなと思います。時にはね、自分自身を守ることも必要かと思いますので、ここで一旦止まって、どうしようかなって悩むとか、とりあえずこうやって動くのはやめておこうっていうふうに思うのも一つの結果として大事かなと思います。では現在ですね、月の正位置です。原因不明のモヤモヤ感、心配事を抱えている、大事なことが隠れている状況っていうことなので、モヤモヤしているっていうですね。人が関わってるかもしれないし、意向の関係とかもあるかもしれないし、原因不明なので、もしかしたらそういった方向の影響があって、もやもやしてるっていうのがあるのかもしれないですね。結構ね、人間、気候だとか、そういったことに左右されやすかったりしますし、あとは、メンタルの方が落ち込んでたと思ったら、実は体調が悪かったとか、そういうこともありますからね。もし、あなた自身がいろいろと思い悩まれて辛いなとかね、なんかイライラするなとかね、そういう時があったら一度体調も見てもらうといいのかなとは思いますね。意外と心と体ってつながってるので、そういうので自分自身のなんでこんなにモヤモヤしてるのかっていうのがね、判明することもあるのでね、それとは別に心配事もね、抱えていらっしゃるっていうことなので、そうするとどう動いていいかってわかんなくなりますよね。というかそっちに手一杯でなかなか前向きに考えられないっていうところがあるかもしれないですね。月のカードなので、もちろん暗闇の中にほのかな明かりなので歩いていくには心もとないのかなっていう感じがします。で、そうなってくると大事なこと、あなたにとって必要なことっていうのを隠されてしまうので、助けにはなかなかならないのかなって思います。今はまだ待ちの状況なのかもしれないですね。過去に続いて少し躊躇する時期なのかもしれないので、そこはね、もうそういう時期なんだっていう風にね、開き直って止まっておくっていうのでもいいのかなとは思いますね。無理はする必要ないですからね。では未来ですね。こちらがカップの5の正位置です。仕方なく動き始める。振り返ってまだ残っている良きものを見つけ、拾い上げる時ですということですね。今まではどちらかというと動けなかったんですけれども、未来においてはやっと動き始めることができる。でも、あなた自らが望んでというよりは、嫌おなくっていう感じですよね。何かこう、無理やり背中を押されるような感じで、
本当はもうちょっと腰を落ち着けていたいのに、なんだかこう勝手に立たされて動かされてるっていうような感じなのかもしれないですね。それで動いて結果的に良いものが得られるなら、それはそれでいいのかもしれないですけれど、自分自身がもうちょっとね、様子見たかったのにっていうところがあるかなと思うので、そこがね、気持ちとしては複雑な思いになってしまうかなっていうのがありますかね。ただ、この未来においては、良きものがね、あなた自身が過去とか現在とかでなんとなくこう見つけられなかった大事なことだとか、必要なことだとか、近くにあるはずなんだけど、それが見つけられなかったと思うんですけど、そういったところを振り返って、ちゃんと拾い上げて、あなたにとって大事なものっていうのが見つけられるので、それを持っていって、そこから先の未来に持っていけるときっていうことですね。なので、気持ち的には乗り気じゃないかもしれないけれども、ちゃんとこれからの前向きな未来に向けて、あなた自身のお助けアイテムって言ったらいいんですかね。そういった部分はちゃんと見つけられますよっていうことですね。それによって、より良い結果っていうのが見つけやすくなるのかな、得られやすくなるのかなっていう感じがしますね。では、周囲のカードですね。こちらがカップの7の逆位置です。実行力のある人ですね。お互いの人となりを知ろうとする深い会話ができる人ということで、かなりね、周囲の方には恵まれてる感じですね。それはすごくいいことだと思います。実行力がある人っていうことなので、それはあなたの力となって、この人の影響を受けて自分も実行していこう、動いていこうっていう風にですね、思えることもあるかもしれないですし、で、お互いにね、興味を持てるっていうことなので、深い会話ができるくらいなので、相談もしやすいかなと思いますね。で、こちらのカードさんっていうのは、現実的な気持ちだとか考えだとか、そういったところが強いカードさんになりますので、周囲の人っていうのも、この辺が強いのかなと思います。なので、あなたが相談した時も、ちゃんとね、現実を見据えた上で、あなたが今どういう状況かっていうのを分かった上で、その上でアドバイスをくれるっていうところがあるので、すごくね、参考になるんじゃないかと思いますね。あまりこう、夢見がちな感じのアドバイスをするのではなくって、あなたにちゃんと合った相談の回答内容っていうのをしてくれるタイプの人かなと思うので、しっかりね、ご相談していくのも大事かなと思います。この周囲の人っていうのはこれからも仲良くしていってほしいかなと思います。では、障害ですね。こちらがソードのページの逆位置です。不用意な言動、言葉選びは慎重にしましょうということで、これは不用意な言動って難しいですよね。自分自身がすごく言葉に気をつけてたとしても、他の人にとってはすごく嫌だったとか、傷ついたとか、そういうことがあるので、自分自身がどうこうっていうよりは、相手を見てちゃんと話すっていうことが大事なのかなっていう気がしますね。相手のことをしっかり知って、それによってこの人はどういったことを嫌がるのかなとか、どういったことが嬉しいんだろうかっていうね、そういったことで言葉とか行動だとか、そういう部分を選んでいくことは大事かなと思います。この他者の目を気にしすぎて縮こまってしまうっていうのは良くないとは思うんですけれども、ある程度の円滑な交流のために、その人とも仲良くしていくとか、その場をね、良くしていくために自分自身が気をつけることというか、その人たちをちゃんと一人一人の人として見て、自分が言葉や行動を選ぶっていう風にしてもらうといいのかなと思いますね。それでは最終結果ですね。ワンドの7の正位置です。決意することで掴み取る勝利、迷いがなくなっていきます。運気の風が吹き、何もかも味方になっているようにすら感じるということですね。ここがあなたにとって良き運気、吉報のところになるのかなと思います。あなたが今まではね、慎重にやってきてたと思うんですけれども、ここではしっかり迷いもなくなっていくので、自分の進むべき道っていうのがちゃんと見えてくるということですね。だからこそ選び取ることもできるし、決意したことを掴み取っていける、勝利につながるっていうことですね。ちゃんとあなたは勝っていけるんですよっていうことです。で、その中で良い運気の風がっていうことで、何もかもがあなたの味方になっているようにすら感じるということで、それは本当にいい循環ですよね。あなたの頑張りだとか、そういったところが報われていくっていう部分ではありますし、今まで動けなかった分、かなり動きやすくなると思いますし、
自分自身の望んだようにね、やっていけるのかなっていう感じがしますね。これまではなんか無理やり背中を押されて、しょうがないなーっていう感じで進んでたのが、自分から進みたくなるような感じ。おそらくこういったね、味方になっているものがたくさんあるんだっていう、その強さがあるんだとは思うんですけれども、そこがね、あなたに力を与えて、さらに良い運気が舞い込んでいき、またさらに進みやすくなりっていうね、良い循環がどんどんと巡っていくっていう感じがします。で、こちらのカードさんはワンドの7なので、カードさんの漢字を見てると、はしごがあるんですよね。はしごっていうのはしっかり支えてもらって、登れるっていうところがあるので、あなたの周りで支えてくれる人、支えてくれるものがたくさんあるからこそ、はしごにね、上に登って、ちゃんといろいろとできるっていうことですよね。これからも、その最終結果の段階ではね、どんどんはしごが伸びていっても安心なのかもしれないですね。あなたにとって良い報告がたくさん訪れるっていう感じです。おめでとうございます。では助言ですね。こちらはですね、ワンドの9の正位置です。これまでの経験を糧にしてください。やれることは早めに、先延ばしにしないようにということでね。これまでね、様々な大変なこともあったと思いますし、躊躇するようなこともあったっていうことなので、不安な結果っていうのがいろいろとあったんだと思うんですよね。だからただそれが決して無駄だったわけじゃないし、これまで全て出てきた経験っていうのはちゃんと糧にできます。次はこういう風にやっていけばいいんだなっていう風にね、傾向と対策って言いますけれども、これは勉強のことにはなるんですけれども、人生においてもね、そういった部分大事ですからね、今まで失敗だったり、成功してきたことだったり、いろんな経験をしてきたからこそ対策ができるのであり、そこはね、すべて大事なんですよっていうこと。そうですね。で、やれることは早めにということでですね。多分最終結果とかでは全然大丈夫だと思うんですよね。迷いもないし、でも、それでもね、ちょっと余裕ができてしまって、それで後でいいやっていう風になっちゃうと、せっかく得られるものも得られなくなってしまうっていう可能性もあるので、もう思い立ったら吉日ということでね、早めに動いていくっていうことが大事ですね。そう、先延ばしにしちゃうとね、自分のその、もっと良かったものっていうのがね、半分とかに結果が戻ってくるっていうことも可能性としてはないとは言えないですからね。できればそういう風に自分に葉っぱをかけてね、このままこうやってダラダラしていいのかっていう風にね、ちょっと自分自身で背中を叩いて、自分自身なんかこう奮い立たせるようなことをしてもらったらと思いますね。それによってもっともっとね、より良き行動が早いっていうだけでもね、訪れる良い運気っていうのがね、もっと早めに来る可能性もありますからね。できればそういう風に動いてほしいなと思います。では、オラクルカードですね。悪の女王です。あなたは砂糖に値します。塩ではありませんということなんですね。あなた自身は甘やかな人生、幸福な人生を送ることがちゃんと約束されてますよということです。辛い人生ではないと。これから様々な良きことっていうのがね、訪れていきますよっていう風にね、思っていただければなと思います。優しい気持ちになれるようにね、そういった生活をだんだんと送れていけるのかなと思います。これまではね、いろいろと戸惑うこともあったり、自分の大事なことが見えなかったり、そういった部分もあったけれども、これからはちゃんと見えていくし、で、それによって楽しいなって思えるね、時間っていうのも増えていくと思いますので、それを楽しみにしてほしいなと思います。そうですね。最初の段階というか、過去現在のね、段階がスローペースというか、どうしても動きにくいっていう部分があったので、そこからどうなっていくのかっていうのがね、これが本当にステップを少しずつね、進めていくような感じだったのが、一気に最終結果であなたのところに吉報が舞い込むというような感じでね、すごくここで一気にあなたのこれまでの頑張りが報われていくような感じっていうことで、本当に良かったなと思います。いろんなものが味方になってる間にぜひね、いろいろと行動してみて、そして成功を勝ち取っていってほしいなと思いますので、よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の吉報は、あなた自身が困難に対処する力さえも手に入れることができるっていうことですね。これだけあなたの動き方というか、生き方っていうのがですね、ますます強く楽しく過ごしていけるのではないかなと思います。
それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。では過去ですね。こちらが運命の輪の逆位置です。予測やコントロールができない変化ですね。展開に振り回されて疲れていたということで、運命の輪の逆位置ですからね、あなた自身のうまい方法で運命の輪が回らなかったっていうことですよね。なので、なんでこんな時に限ってみたいな、そういった悪いタイミングと自分自身の都合が重なりやすかったとか、そういったところがあるかもしれないですね。本当だったらこの時にやりたかったのに、それができないとかね、なんか邪魔が入るなっていう感じ、そういったものが多かったのかもしれないですね。そういうのが繰り返されていくと、どうしてもね、自分自身の心だとか、そういったところが疲弊していきますよね。本当お疲れ様でした。ここね、回復がうまくいかなかったから疲れてしまってると思うんですけれども、ここから良い方向に変わっていきますので、そこを見ながらね、あなた自身のこのタイミングの悪かった時期っていうのは、もう捨ておいてしまって、先に進んでもらえればなと思います。では現在ですね。こちらが世界の正位置です。現状打破と成就の運です。最高の結果を出せる時です。ということでね、もう現在の時点で最高の運勢を手に入れておりますね。おめでとうございます。あなた自身すごくね、ラッキーなポイントがたくさんあったんですけれども、現在もその中の一つですね。ダイアルカナの中で最高のカードと言われている世界なので、あなたの得たいものっていうのがね、得やすくなってるのは間違いないかなと思います。これまで自分自身がやりたくてもやれなかったこと、タイミングがどうしても合わなかったこと、そういった部分が噛み合ってくると思いますので、できればね、今すぐにでも動けるところは動いていってほしいなと思いますし、あなたのやれること、そういった部分はね、積極的にしてほしいなと思います。ちゃんとその分のあなたの頑張りに見合った結果とか、実りとかね、そういった部分も戻ってくると思いますので、そういったところを大事にしてほしいなと思います。いろんなことが叶うのかなと思いますからね。だから自分自身がどうなりたいかっていうね、そこは明確にしないといけないと思うんですけれども、そこを明確にした上で動いていくと、よりね、あなたの成就する確率っていうのは上がっていくと思いますね。では、未来ですね。こちらはソードの2の逆位置です。視野が狭まり、堅くなになります。自ら逆境に進んでいるのに気づかないということですね。未来は、現在がね、すごく絶好調っていう運気だったので、それに比べればちょっと落ち込んでる感じになっちゃうのかなとは思うんですけれども、ただ未来っていうのはいくらでも覆すことができると私は思っておりますので、これらを参考にしながらね、自分自身で対応をしていただくことで、良き未来に変わっていくと思います。とにかく、熱中するとかですね、そういったところをこの道しかないんだっていう風にね、思ってしまうと、あなた自身が本来だったら可能性のあることっていうのを全部潰してしまうっていうことですよね。ここはまず一旦ね、自分自身が自分の可能性を潰してないかっていう風にね、思い直すことは必要かなと思います。あとは周囲の人ですよね。そういった人たちがあなたのことを例えば心配して言ってくれることとかもあるかもしれないので、そういったことにね、耳を傾けるっていうのも一つの方法かなと思います。もちろんそれを聞いた上で、自分の客観的な思いとか、そういった部分でなんかこの人のアドバイスは違う気がするなと思えば、それはね、そのままありがとうございますっていう言葉だけでも返してね、それでそのままスルーしてしまうっていうのも一つの手かと思いますけれども、自分自身がなんか違うような気がするなって思い始める。気づくのがね、なかなかこの段階だと時間がかかるかもしれないので、そうなる前にもしも他の人たちに何か大丈夫とかね、心配されてこうした方がいいんじゃないかっていう風に言われた時に、自分がピンとくるね、アドバイスとかそういったものがあれば、それは取り入れていくっていうのでね、いいと思います。あとはね、自分自身で辛い道に突き進んでしまうっていう可能性もあるっていうことなので、そこもね、心配ではありますよね。
仮に進んでいたとして戻ることができますからね。一旦そこの道に行ったらもうそこに行かなきゃいけないってことはないので、もしも気づくのに時間がかかるとしても気づいた段階で逃げたり U ターンしたりすることはできますから、それで動いてもらうといいのかなとは思いますね。このまま進んで自分が大変な目に遭うよりは絶対いいと思うし、もしくは自分のその行動とかを傍目から見てどういう風に見えるかっていうのを人に聞いてみるのでもいいかもしれないです。そういったことで自分とは違う新たな視点がありますので、そこを得てこれは自分が危険なんだなって思えばね、道を進むのはやめるとか、ちょっと別の選択肢を選んでみるかっていうのにね、変えていくっていうのがいいのかなと思います。では周囲ですね。こちらが太陽の逆位置です。楽しくても虚しさは残る関係ということで、楽しいのに虚しさが残ってしまうということは、これはどちらかというと、あなた自身がすごくその人と過ごすのは楽しいし、ずっと一緒にいれたらいいなとかね、そういうふうに思えるような関係性なのかもしれない。もっと交流したいなとかね。だけど、なんか相手の周囲の人っていうのは自分よりも他の人を優先したりとか、自分自身じゃなくって他の人との方が楽しそうにしてる気がするとか、そういうふうに思っちゃうとかあるのかもしれないんですけどね。それは恋愛に限らずですね。人間関係の片思いっていうかね、そういうなんか自分の気持ちの方が重い気がするみたいなことを思っちゃう時ってありますよね。それがここに出ちゃってるのかなっていう気がします。なんかせっかく楽しいのにね、そういう風に考えちゃって、楽しい気持ちまで台無しになっちゃうっていう風になると悲しいですよね。とはいえ人間関係だから自分の思い通りにできるかっていうと、なかなかできにくいところもあるし、その人が人気者なんだったらその人に話しかけてくる人とか交流しようとする人はたくさんいるだろうし、じゃあどうすればいいのかって思うと、自分自身が他に交流する人をどんどん増やしていくとか、もしくはそもそも人間関係をたくさん構築するのが苦手だとか、そういうタイプの方は別の自分が熱中できる趣味を見つけるとか、そういう風に動いていくといいのかなと思います。私自身も結構人間関係そんなに得意な方じゃないので、人間関係本当に限られてるんですよね。友人とかも少ないし、だからなんかその友人たちに捨てられたらどうしようとかね、思っちゃうこともあるんですけど、少ないからこそいなくなっちゃったらね、もう自分一人になっちゃうかもしれないとか思って悲しくなっちゃう時は確かにあるんですよね。だからこそ何かこう自分の心の支えになるものっていうのが別に必要なのかなっていう気はするので、私みたいに人間関係があんまり得意じゃない狭く深くみたいなタイプの人は別のね、そういう趣味とか好きになれるものっていうのを見つけておくとちょっと違うのかなと思います。結局ね、趣味とか自分の好きなこととかって案外それによって人間関係ってまた広がってったりするんですよね。気づいたら人と人って流れるとこっていっぱいあると思うので、だからとにかくその人しかいないんだっていう風に思う必要はないのかなと思いますね。その人のことがどんなに好きでも交流したいと思ってもね、その人にも時間は有限だし、いろんな人と交流したりとかもあるだろうしっていうのもあるので、あなた自身もこの人と離れてる時に虚しい気持ちにならないために、いろいろと別のこととか、別の人間関係を築くとか、そういうふうな勇気を出してもらえたらなと思います。では障害ですね。吊るされ人の聖地です。疲れすぎて冷静に考えることができない。時が過ぎ回復するのを待ちましょうっていうことですね。疲れすぎちゃうと、疲れるっていうことは結局メンタルもあるし、脳の疲労っていうところがあるので、こう何もね、考えられないとか、考えてるつもりでも全然冷静じゃなかったとかね、間違ったことを考えてたとかね、全然あると思うんですよね。だから、疲れすぎてしまってる時はちょっと間を置いてみる。回復するのを待つっていうのがね、大事かなと思います。これはね、未来につながるのかなと思いますね。未来において選択肢がこれしかないとかね、そういうふうに思っちゃう時、いやいや、そんなことはないよっていうふうにね、思い直せるように一旦立ち止まってもらうっていう、休んでもらう。
すごい自分が疲れてるなっていうのがね、分かってしまってる時は、無理にね、動こうとしないと。それが回復されてから動くっていうのが大事と思いますので、これがね、あなたにとって、その鍵になるっていうことなので、気をつけていただければと思います。ではこちら、最終結果ですね。最終結果は力の聖一です。自分の欠点や弱さを克服する。前向きに行動ができます。優雅さと勇気を持って困難に対処する力を得られますということでね。ここが冒頭にお伝えしたところになるんですけれども、現在もね、すごくいい運気ではあるんですが、最終結果はね、もっとレベルが上がってる感じの良き運気って言ったらいいんですかね。そういう自分自身の弱いところ、欠点っていうのをちゃんと見つけられて、それを克服することができるっていう時点で強いと思うんですよね。人間どうしてもね、こういう弱いところ、自分の欠点を見たいかって言ったら見たくないですから、できればね、自分の好きなこと、得意なことだけやっていきたいというふうに思うと思うんですけれども、もちろんその道もありだとは思うんですが、でもあなた自身はその最終結果でそこすらもちゃんと克服していけるっていうことですよね。で、とても前向きに考えられるし、すごく良好な運気をね、築いていけるっていうことで、本来だったら打ち勝てないような、そういった困難、苦しい時っていうのもちゃんと対処する力を得ているっていうことで、これまでの経験がしっかり生きているのかなという感じがしますね。今まで頑張ってきた分、ものすごくね、あなたの人生経験っていうのがレベルアップしていく。で、何でも勝てるぞみたいなね、そういう感じなのかもしれない。スーパーマリオさん。スーパーマリオのゲームがあると思うんですけど、あちらの星のね、スターのアイテムを手に入れると、無敵状態になってどんなものを跳ね返してゴールまで突き進むことができるんですけれども、あなたのその最終結果ってそういう感じなのかもしれない。あなたが無敵になっていくと。で、自分の突き進みたい未来、ゴールに向かっていろんなものをね、跳ね返しながら動いていけるということにね、逆境すらも全て向こうから逃げていくような感じって言ったらいいですかね。そういう感じで、あなた自身がパワーを手に入れるっていうことですね。本当にね、星ですよね。輝きがしっかりあなたの元に残っていって、華々しく活躍していけるっていう、そういう日がやってくるっていうことなので、そこを楽しみにしていてほしいなと思います。おめでとうございます。では助言ですね。こちらがペンタクルのナイトの逆位置ですね。守りに徹することなく勇気を出して挑戦しましょうということでね。このあたりはもう言わずもがなっていうところではあるのかなとは思うんですけれども、改めてお伝えさせていただきますよっていうことですね。最終結果でもちゃんとあなた自身が困難に対処できますよとは言ったけれども、それでもね、怖いなって思うこともあるかもしれないんですよね。それはね、もちろんそう、実際自分がその場に立った時に大丈夫かなって思うことっていくらでもあると思うんですよね。だからそういった時に守りに徹するんじゃなくって勇気を出して動いてみましょう。これをね、思い出してもらえればなと思います。ここで防御ばかりを繰り返すのではなくって、攻めていきましょうという感じですね。あなたの応戦する力、チャレンジをすることが何より大事なんですよね。どんなにこのカードさんのこの結果っていうものが出てきたとしても、あなた自身が動かないと何も始まらないっていうのは間違いないんですよね。だからできればね、動けると思った時に動いてほしいし、時にはね、ちょっと臆してしまうこともあるかもしれないけれども、一つ、一歩でもいいのでね、勇気を出してもらえればなと思います。それではオラクルカードですね。こちらが現実逃避者です。自分自身へ帰りましょうということでね、あなたにとって現実っていうのが、現在に関してもすごくいい運気が来てますから、まずその自分自身の現実を見てみましょうということですね。現実を見てみて、ここで何ができるかっていうのをね、しっかり考えてもらって、キラキラした夢物語だとかね、そういったところに憧れたりするっていうのは大事だと思うんですよね。私自身もやっぱりね、いろいろ想像したりとかね、考えたりとかしちゃうんですけれども、いずれはね、自分自身の元へ帰らないといけない。
本物の現実の自分にね、帰らないといけないので、これが辛い時にも戻らなきゃいけないっていうのもあるけれども、今の段階であなたにとってより良い方向に行くっていうのが出てますから、今のうちに自分自身のしっかりとした現実を見据えた行動っていうのをね、してもらえるといいのかなと思います。そうですね。あなたの場合は、現在に関してがまず最高潮の運気っていうところもあるんですけれども、これからもね、もっともっといいものが巡ってくるっていうことで、さらにあなたの辛い思いをする時とか、嫌なことがあった時とか、そういった時ってどうしても逃げ出したくなるっていうところがあるかもしれないんですが、それを逃げ出すんじゃなくって、打ち勝てるぐらいの力とか対処力とか、そういった部分があるっていうことなので、人間としてね、一回りも二回りも成長しているっていうところが見て取れるので、あなた自身が本当にすごい人なんだなっていう感じがしました。なので、もしよろしければね、こちらの方参考にされながら、前向きに先へと進んでいただければなと思います。それでは B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の訪れる吉報なんですけれども、こちらですね。実りのある状況が訪れていきます。そうすることによって今まで大変だったこと、辛かったことっていうのがですね、どんどん報われていく状況になっていくような感じです。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去です。ソードの2の正位です。感情を閉ざしている状況。そこから離れ一人を選んでいたということでですね、何か人を信頼できない時だったんですかね。いろいろと辛いことがあって、まずはもう一人でいたい。というような感じですかね。心の中で孤独のようなものっていうのが必要だったっていうことですよね。誰にもね、自分の本当の気持ちっていうのが言えてなかったのかもしれないですね。そこがね、すごく悲しかっただろうし、嫌だなと思ってたとは思うんですけれども、もうそれをそうせざるを得ない状況っていうのがあったんだと思いますね。それが困難な過去であったっていうことなので、これをよく耐えられて頑張ってこられたなと思いますね。本当すごいことです。それでは現在ですね、ソードの6の逆位置です。心が荒れる出来事ですね。最終的には特に過去からの自由へとつながりますということです。過去があなた自身人間関係だと思うんですけれども、そういった部分でお辛いことがあって、で、現在においても自分の心のささくれが立ってしまう。平穏な状況ではないですよね。そういった出来事っていうのがあって乱れてしまう。自分のメンタルがね、乱れがちな状況っていうところはあるのかなとは思うんですけれども、ここからが過去の自由につながるっていうことなので、過去にいろいろとされたことだとか、辛かったことからは逃げることができるというか、自由ですよね。自分が放たれていくのかなと思います。今までは心を閉ざしてね、誰とも接するにしたって怖かったでしょうし、誰を信用していいかわからないっていうところがあったかなとは思うんですけれども、そういった部分からは次第にね、良くなっていくのかなっていう感じですね。では未来ですね。こちらがペンタクルの7の正位置です。問題を改善して次のステップへ実りのある状況で報われていくことも増えていきますということでね、あなた自身のいろいろと大変だったこと、試練だとかそういった問題だとかが改善されていきます。まずここはね、大きな一歩かなと思います。そしてさらに次のステップに進むことができるというね、それが実りのある状況になっていくのかなっていうところです。今までご自分自身報われないなとか、自分がなんだか不利な状況を強いられてる気がするとか、そういった部分があったんじゃないかなと思うんですが、それがね、良くなっていくっていうところは大きな転換かなと思います。これまではあなた自身が損することもね、多かったと思うんですけれども、未来においてはあなた自身のその頑張ってきたこと、やってきたことっていうのがきちんと報われていくこと、そういった部分が増えていくっていうことで、この面でもね、すごく運気が良くなってきてるなっていう感じがします。得られるものっていうのが増えていくので、あなたのこれまでのそのご苦労っていうのがね、やってきて良かったなっていう風に思っていけるようになるのかなって感じはしますね。辛いものはね、過去っていうのは
なくなるものではないけれども、でもこれから良くなっていくことによって、その過去に目を向けるっていうことがね、減っていくっていう可能性はありますから、そういう面でもこの未来において、あなた自身の吉報ですね。幸運っていうのがちゃんと巡ってくるっていうことが大きな変化かなと感じます。では周囲ですね。ペンタクルのナイトの正位置です。励みになる関係、裏切らない相手ということですね。安心しました。あなた自身ね、すごくこのあたり心配だったんじゃないかなと思うんですけれども、周囲の人でちゃんとあなたと信頼関係を紡げる人っていうのがいます。全然あなたに対してひどいことをしてくる人ばかりじゃないし、あなたが心を閉ざした時期っていうのがあったので大丈夫かなと思ったんですけれども、ちゃんとあなたと良い関係を結んでくださる人っていうのが近くにいらっしゃるっていうことなので、その点でもね、安心して過ごしてもらえればなと思います。そうですね、人への不信っていうのはなかなかね、なくなるものではないんですけれども、でもこの人といるとね、元気になるなとか、そういう人、もし思い当たる人がいるのであれば、そういった人とはできるだけこの時間を過ごしてほしいなと思います。あなたのことを、あなたの信頼をね、裏切る人ばっかりじゃない。ちゃんと裏切らない人もいますよっていうことでね、ここにちゃんと出てますから、そういった面でもすごくあなたにとっていい影響があるんじゃないかなっていう感じがします。良い人っていうのがね、周りにいればそれだけで良い循環をね、あなたに巡ってくるっていうこともありますから、そう人間関係もね、これからは大事にしてもらえたらいいなと思います。自分自身が一歩先を進むためにも少しずつ勇気を出して人との関係も深めていってほしいなと思います。では障害ですね。こちらがワンドのページの正位置です。余計なことを考えてしまうということで、これは今までの嫌な出来事だとか、そういったところがあるので仕方がない部分ではあると思うんですよね。どうしても先のことを考えて、先のことを考えるだけならいいんだけど、悪い方で考えちゃうとかありますよね。ネガティブな気持ちになっちゃうとか、そういうところがあると思うんですけれども、そこに気持ちが全部いっちゃうと、動けるものも動けなくなってしまうっていうのがあるので、もしもそういったところに全部心を支配されそうになってしまったら、目の前でやってること、自分自身がしなきゃいけないこと、そういったところに集中するようにしてもらうっていうのは大事かなと思います。今自分は何をやっているんだろうかっていう風にね、その今を思い返してみる。これからの先の辛いかもしれない、嫌なことがあるかもしれないっていう方向に気持ちを、思いを馳せるんじゃなくって、今自分が何を頑張ってるか、やるべきことは何なのか、そちらの方を見ていくっていう風にね、そうするとちょっと違うのかなと思うんですよね。どこかこう余計なことを考えてしまうっていうのは私自身もあるので、私の場合はそういう時は頭の中でわって考えてしまうっていう部分、そういった時に頭の中に言葉とかね、嫌なことが浮かばないように別のことをする。例えばどうしてもね、自分がやらなきゃいけないことに集中できない、余計なことを考えてしまってどうしようもない、そういう時は私の場合ですけれども、パズルゲームとかそういったものをするとちょっと違うかなっていう感じがします。パズルの方に集中すると少し考えとかなんかネガティブな気持ちとかそういったところに行くよりも、パズルの動かす方向とかそういったところに考えがいくので、これはねおすすめかなと思うので、もしよろしければ最近はスマホとか携帯とかそういったもので遊べたりとかもあるので、そういうのを取り入れるのも一つの手かなと思います。自分の身を守る、心を守るためにするべきことだと思うので、私は一例としてお話ししましたけれども、こういうふうに何かこう自分が考えすぎてしまうなと思った時はいろいろと自分の防御方法を作るっていうのは大事かなと思います。では最終結果ですね。こちらがソードの4の正位置です。心の平和です。癒しを求めて休む時というね、実力を出すのはさらに先。チャンスがやがて訪れますということで、最終結果においては休む時ではあるっていうことなので、良い結果って言っていいのかっていうと、そこはまだわからないっていうところはあるんですけれども、ここでしっかりと休んでもらう。
ただ心に平穏は訪れてますよっていうことなので、今まで気持ち的に荒れていたとかそういった部分があったあなたなので、最終結果におけるあなたのその平穏っていうのは大事だとは思います。心が平穏になる、平和になるっていうのは何より大事ですよね。そうするとやはり冷静になれますし、いろんな物事がね見やすくなるかなと思うので、ここは最終結果として良き未来につながってるなっていう感じがします。ここが休む回復期間でもあるということなので、そうなるともうちょっと先にあなたの本来の実力、本当はもっとやれるはずなんですけれども、そこを出していくのはまだまだ先なんですよっていうことで、あなたにとって望ましいチャンスっていうものがね、やがて訪れていくと思います。だいたいタロットカードの占いは3ヶ月ぐらいの期間っていうことが定番なので、それ以降にあなたにとってのチャンスっていうのが訪れていくっていう風に考えればいいのかなっていう感じです。その点で言えば、ここもあなたの吉報ではあるかなと思うんですけれども、ここはゆっくりしましょうっていう風な感じなので、よりもうちょっと前の段階の話っていうところで、一番大きな良い運気っていうのは今回出てきた未来のカードの方になるのかなっていう感じがします。これから結果よりもっと先の未来であなた自身がまた大きな結果を残すっていうね、大きな実りを得るっていうことはありえますので、それがあなたにますますの運気が巡ってくるっていう可能性はあります。なので今からも吉報っていうところはね、可能性として大きいと思います。では助言ですね。こちらが愚者の正位置です。周りの目を気にしないで、考えはまとめてから先に進むことが大事ですということでね、周りの目を気にするなって言ってもですね、これまでのあなたの経験からなかなか気にしない方が難しいっていうところはあるんですけれども、でも周囲の部分で出てきた人っていうのがね、確実にあなたの周りにいるので、その人だけはせめて信じてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。怖いとは思うんですけど、それも一つの勇気ですね。で、あまり周りの目を気にして自分が動けなくなってがんじがらめになっちゃうのは良くないと思うので、周りの人が気になるなっていう風に思い始めたら余計なことを考えてしまうっていうところにつながると思うんですけれども、自分がやってることとか目の前のこと、そういった部分に一旦気持ちを動かしてもらって、それで周囲の人たちの視線っていうのをね、忘れるっていう感じにしてもらうといいのかなと思います。最終結果のところで回復期間、休む期間っていうところもあるので、そういった時に自分自身のやりたいこととか、どうしたいのかとか、そういった部分、考えをまとめて、そこから先に進むと、チャンスっていうのが訪れる期間っていうのが早まるのかなっていう感じがします。しっかりと自分自身の得られるものっていうのを得るために、まずはどうやったらここまでいけるのかっていうね、計画を立てておく。そしてその中の目標っていうものがどういったところに行けば自分自身は満足なのかっていうとこですね。大きな目標の前に小さな目標をいろいろ立てておくと挫折しなくて済むのかなっていう感じもするので、そういった部分で考えながら動いていくのも大事かなと思いますので、こういったところは必要だと思います。ではオラクルカードですね。プリンセスです。あなたは自分自身の騎士になれます。騎士っていうのはナイトってことですね。あなた自身は自分自身で戦うことができますよと。このオラクルカードさんのカードを見てると、お城の中にいて外を見てるような感じですよね。今は中にいて自分を守ることで手一杯かもしれない。けれどもこれからは外に出て進んでいける。そして勝利を勝ち取ることができるっていうことですね。あなたを守れるのも、あなた自身を動かすのもあなた次第っていうことです。あなたが動いて、その手に持ってる剣をですね、持ってですね、進んでいけばいろんなものが変わっていくんだよっていう風に思っていただくといいのかなと思います。そうですね。あなたの場合はやはり人間関係においてすごく不安があったのかなっていう部分があったので、そこが心配だったんですけれども、周囲の方であなたのことをちゃんと大事にしてくださる人がいらっしゃるっていうところがあったので、そこが安心しました。全てを信頼する必要はないんだけれども、少しでもね、その人が自分自身に
何か言いやすいとか、その人といれば勇気をもらえるなとか思った人、そういう人がいらっしゃれば、そういった人に心を開くっていうことはしてみてもいいんじゃないかなとは思います。結局自分自身が動いていくっていうことで、また実りのある状況につながっていくっていうところが多くあるので、もしも勇気が出なくって難しいなと思った時があれば、自分自身が攻撃もできるし、動くこともできるし、守ることもできるしっていうね、自分自身がちゃんと強いんだっていうことを思い出して、目標に向かって動いていってほしいなと思います。そこは自分なりのやり方がいろいろあると思うので、こちらを参考にしながらね、ぜひ動いていってほしいなと思います。それでは C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。